ダイエットのお悩みです。50歳男性会社員、ダイエットしているけれどもお腹だけやたらと出てくるっていう症状ですね。で、食事はご家族の奥様とかお子様の女性のね女の子と一緒に同じぐらいしか食べないけれど、食後のパンだけは1日1袋毎日食べてしまうっていうどうも楽しみがあるそうです。もう昔からこれどういうことなの、パンどれぐらいの量か分かりませんけど、ご飯を食べた後に食パンなんか菓子パンなのかな、それを食べるっていうことがそれは楽しみでもあるみたいなんです。で、そういったことによってどうしても食べ過ぎてしまうっていうことをカバーするために主食をこんにゃくにしたり、いろいろとダイエットの努力はされてるそうなんです。でもなかなか痩せないっていう、本当に本末転倒の状態ですよね。ご飯をちゃんと食べないで、食後の楽しみである菓子パンみたいなものを食べてしまうという状態なのかもしれませんね。でも昔はスリムだったと。で、なんとかこのぽっこりお腹を引っ込めたいけど、今の状態で何ともならないと。やっぱりでも食生活が全てですかっていう悩みです。やっぱり食事を変えないとダメですかっていう質問ですね。この人の問題はそんなに悩みが重くないのかなという気はします。本気で悩んでないっていう部分が、問題というか、なかなか痩せきれない部分なのかなとは思いますね。で、あとは食事が全てですかっていうのを50歳になって言ってるところが問題だと思いますね。問題というか、もうちょいやっぱり自分のことを勉強した方がいいと思いますね。自分の体大事だと思うなら、本当にダイエットしたいと思うなら研究した方がいいと思いますね。それが問題で、処方箋です。当然これ言われていることです。メタボリック、メタボっていうのは生活習慣病って言われますよね。で、生活習慣っていうのは毎日の食生活とか運動とかいろんなものあると思いますけど、環境ですよね。毎日の生活ってルーティン化していくじゃないですか。朝何時に起きて会社に行って食事はこういうふうにしてこういうことを食べる、食べ物を食べるにしても外食するにしても同じようなものを食べるっていうふうにして同じようなパターンを私たちは作って生活してますよね。毎日違ったパターンの違ったライフサイクルだったら疲れてしまいますから、同じような環境を設定して生きてるんですよ、自分で。だから自分を変えたいと思った時にいつもコツなんですけど、環境を変えなかったら絶対変わらないんですよ。で、またお坊さんのいつもお坊さんの修行の話をするんですけど、本当にお坊さんの修行で私もご本山行ってあんなに環境変わることで人間が変わるのかっていうのをもう嫌ってほど体感しているので、またお坊さんのお寺の話になっちゃうんですけど、もう嫌でも痩せてきます。痩せない人いないですよ。で、ただ必須の要素として、痩せるために必須の要素として食事もそうですけど運動っていうのはやっぱり欠かせないです。で、パンを食後に食べる癖を何とかしようと思う前に、私は環境と今の生活を変える一番はやっぱり運動ですね。運動、体をスポーツやるっていう意味じゃなくて体を動かすっていう癖をやっぱつけた方がいいです。電車に乗って階段、私絶対階段なんですよ。エスカレーター登らないです。エスカレーター乗らないです。エスカレーターしかないところだったらエスカレーター乗ります。でもエスカレーターがないところだったら階段しか使わないです。絶対どんな荷物持ってても、夫婦言いながらハーハー言いながら、格好悪くても背広着てても、カバン海外旅行行ってこんな大きいカバン持っててもうりゃーって持ち上げて階段を上ります。電車の中、よっぽど体調が悪い時以外は座らないです。運動ってそういうことなんですよ。雑巾がけする、それから、トイレ掃除する、そうやってクリ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 動くってことが運動です。スポーツをやるってことじゃないです。それも必死でやるってことですね。一生懸命やるってことです。必ず体っていうのは変わってきます。で、面白いもので、体が変わってくると食後のパンを食べないようにしなくても食べたくなくなるんです。私たちの体にとって体っていうのは体が必要な状態を知ってるんですね。ですから
本当にいい環境に飛び込むと、そういう環境を作ると、体が食べたいもの食べたくないものを選択しているだけで、必要以上のものは欲しくなくなるという知恵を持ってます、体が。で、現代の人たちって自分の体が知恵を持っているってことを知らないんですよ。自分の体にチャレンジしたことないし、自分の体を思いっきり動かして必死こいて動かしてっていう経験が、若い時はあるかもしれませんけど、ある程度体のことを感じられる年齢になってからない、頭も中途半端に使って体も中途半端に使って、夜は夜更かししていてって自然界のサイクルからものすごい離れた生活をするので、全部が鈍るんです。センサーが鈍ってるんです。自分の体にとって必要な睡眠、自分の体にとって必要な食べ物、自分の体にとって必要な飲み物、運動、生き物として体が健康でいるために必要なものを自分の感覚で選ぶことができないんです。相当センサーが麻痺しているという状態ですね。で、処方箋として言いますと、やっぱり生活サイクルっていうのは大事なので、朝起きてね、で、夜、できるだけ早く寝ると当然ですよね。で、その上で、食事をね、パン食べてもいいんですよ。パンを食べないっていうのは結構ストレスになると思うので、パンは食べてもいいです。その代わりできるだけ日常生活の中で運動に変えられるものは運動してください。歩けるところは歩く、ね、それから、掃除、僕はおすすめなんですけど、掃除を、家の中の掃除徹底してやる。毎日じゃなくてもいいですけど、できなければね。それからもし通勤を電車でされてるんだったら、階段の上り下りはする。車通勤だったら歩けるところはできるだけ歩く、ね、それでその上でちょっときついかもしれませんけど、朝ごはんを全部果物に変える。果物か野菜で、朝だけ我慢して、昼夜パン食べてもいいので、朝飯お腹グーグーなってても構いません。最初なんか糖が切れたと思ってフラフラしても構わないので、お腹空いたら果物だけ、バナナとかリンゴとか果物だけ食べて、そして、昼夜食べたいものを食べるという感じで、朝ごはんを抜いて、そして、運動の要素をできるだけ取り入れる。この2つだけやってみてください。多分体の変化が出てくるかなと思います。それで、体の変化出なかったらまた質問してみてください。で、もう一個最後に重要なんですけど、本気かどうかです。へーって言いながら、へーって言いながらやらないです、ほとんどの人は。そんなんで痩せるかよって言いながらやってみないんです。本当にメタボを改善したいと思ってないんですよね。で、あとは本気度の問題ですね。で、今の自分の好みを変えようと思うのは無理ですよ。大変です。そういう意志の強い人いるかもしれませんけど、逆に私尊敬します。だったら環境を変えるしかないんですよ。自分の生活をしているサイクルを変えるってことです。一番いいのは、うちのお寺に修行に来たら絶対痩せさせますけど、それはやっぱ難しいと思うので、ご自分で修行環境を作ってみてください、ね、朝夜更かしせずにできるだけ朝早く起きる。そして朝ごはんを抜いて果物だけ、お腹空いたら果物だけ、お水は飲んでいいです。そして、昼夜好きなパンは食べてもいいです。で、運動の要素を取り入れる、ね、ちょっとそれを続けてみてください。3ヶ月まずは続けてみて、何の変化も出ないってなったら次の要素を付け加えるぐらいですね。多分もうちょっと成果が早く出てくると思います。多くの人がそういう成果を出しているので、一回ちょっとチャレンジしてみてください。はい、お腹ぽっこり、お腹引っ込めてかっこいい